自己破産してお金ないんですよ。必死なパッチでかき集めたお金で本を買って一日中自分で勉強して彼がたどり着いた結果、なんと一気に月収数千万に持っていったんですね。自己破産からですよ。こんにちは、幸せな小金持ち、生きひろしです。さあ、今日はですね、どん底からお金持ちになり上がった人たちの行動パターンについてのお話をしていこうかな。そんな風に考えています。今日の動画を見ることで、皆さんは今どん底だろうが、仮にどん底でなかろうが、俗に言われる成功者とか金持ち、突き抜けた人たちに最短最速でなっていける、そんな考え方とか物の見方が身につくようになっています。さて、今日はですね、4人の人物について具体例を挙げながら話をしていこうかなって、そんな風に考えています。まず1人目なんですけれども、武井壮さんってご存知ですよね。彼は、すごいどん底に実はいてたんですね。すごい貧乏で、お兄さんと2人暮らし。しかもお父さんは家にいない。自分たちで生活しきれない中から彼はこう成り上がっていくわけなんですね。その過程で彼はですね、すっごい頑張って勉強して、学年でずっと一番をやっていくんですね。そのおかげで彼は学費を一銭も払うどころか、奨学金をもらうことで生活費をもらいながら彼は上を目指していくわけです。すごい貧乏な中、いかにして金持ちになるか、すごくこう乗り上がっていくんですけれども、彼はその過程であることに気づくわけですね。彼は十種競技と言われるもので日本トップになるんですが、実際にトップになった結果、彼の年収はなんといくらかったかというと、あんなに頑張ったのに月に20万なかったんですね。日本トップなのに、未だにですね、彼の記録っていうのは、あれから何十年経ってもまだ誰も抜いていないにもかかわらず、彼は収入ほとんどなかったんですね。彼がここであることを一点に気づきます。それは数です。皆さんは数って聞いて何を考えるかなんですけども、これはね、価値ということですね。どれだけたくさんの人たちが喜んでくれるか、社会的に価値があるか、その自分の価値をいかに磨くか、できるだけたくさんの人たちが喜ぶことは何なのか、それに焦点を当てて彼は自分磨きを始めていきます。その結果、彼の月収はなんと数千万に成り上がっていくわけですね。要するにポイントその1っていうのが数、社会的価値に焦点を当てた。これが実は急激に成り上がっていった人たちの共通項、その1になります。さあ、続けて2人目。2人目としてはですね、与沢翼っていう方のお話です。聞いたことありますかね。情報商材と言われるインターネットを使って大儲けしたというイメージがとても強いんですけれども、彼は学生時代に実は起業してアパレルの会社を立ち上げて、たった1年で10何億の年商の会社を実は立ち上げている無茶やり手の実業家なんですね。よく自己破産しただとか、なんか悪いイメージがたくさんありますけれども、彼は自己破産した後になんとたった数年で資産80億を超えるところも持っていってるんですね。むっちゃすごい逆転の発想、どこにあったか。彼は一冊の実は本を書いてます。その本の題名はぶち抜く力。読んだことある人おられますかね。僕はすぐ彼がこの本を出しますって言った時点で Amazon で予約をしといて取り寄せて一気に読み終わりました。その中で彼が言ってるポイント、その2なんですけれども、ぶち抜くためには1個のことだけにフォーカスをしろと彼は言ってます。彼がこの逆転の状態になるための種銭を稼ぐためにやったのがぶち抜く力。彼はたった2ヶ月間、3ヶ月間の間だけトレーディングの技術を磨いたんですね。トレーディングっていうのは株とか FX。今、日本中のお金持ち、年収1億円以上を超えてる人たちのなんと 56% がトレーダーなんですね。彼は数ヶ月間必死のパッチで勉強するんですね。至るところにある商材、本を読みまくったそうです。自己破産してお金ないんですよ。必死なパッチでかき集めたお金で本を買って一日中自分で勉強して彼がたどり着いた結果、なんと一気に月収数千万に持っていったんですね。自己破産からですよ。で、この後移動したのがシンガポール、タイ。なんで行ったかというと、日本に行ったら税金半分以上持ってかれるから。行ったおかげで、自分で現地法人立ち上げたおかげで、払える税金はなんと数%。年収億あっても払うのはたった数百万。彼はこれをベースにして、今度はどんどん資産を彼は高めていったわけです。これが2つ目、与沢翼の逆転の発想になります。さあ、続けて3つ目。3つ目はこれも皆さんがよく知ってる方。
ホリエモンの話なんですね。彼はライブドア事件でえらい目にあって、会社が倒産、自己破産、借金だらけ、しかも捕まったですね。でも捕まりながら彼なんと獄中にいながら収入はどんどん増えていたっていうのを知ってますかね。ツイッター、それからフェイスブック、いろんなところから彼は自分のいろんなことを発信し続けます。つまり彼の頭の中にあるもの、そのもの自体が価値を生み出す源泉だって彼は気づいてたわけですね。彼は獄中にいながらインターネットをつなげながら自分のブランディングをもっともっと磨いていったんですね。手取りで毎月5000万ぐらいある状態を作って獄中から出てきた。本を書いても売れる。もう地獄の底からの大逆転。彼はいっぱいの人に裏切られてって言ってます。自分がやってきたことを支援してた人がライブドアの時に突然全員離れていってえらい目にあった。みんな嘘つきやったと言ってます。そんな状態からでもなんでこんなことになれたのか。それは常に前を見続けて今この瞬間を楽しんだからだって言ってるんですね。これすごい大事なポイントで、何でもかんでもマイナスにとってどん底に落ちたらマイナスの暗い世界にフォーカスされるんですね。で実際そんな人がいっぱい寄ってきて、世界中のスポーツ選手が自己破産したり、身を滅ぼしてるほとんどがドラッグなんですね。なんでそうなっていったかというと、ストレスでボロボロになっていった自分の心身をどうにかそこから逃げるために薬に逃げていったわけですね。でもホリエモンはそうじゃなくて、未来にも焦点を当てずに過去にも焦点を当てずに、今自分ができることは何だろう。それは自分のここにある価値、それをツイッターであるいはソーシャルネットでいろんな形で拡散すること、そこに価値、みんながお金払える仕組みを作ったことで実は大成功したっていう、これが大逆転の発想になります。そして最後に4つ目か。これはバリ島にいる丸尾隆俊さんという方です。僕のもう十何年来の友達で、彼も大逆転ですね。ちっちゃい時からお父さんもいない、お母さんもいない、一人ぼっち。ね、お兄さんは言ってましたけど、幼稚園の時から食べるに困ってる彼がどうやったら食べ物が手に入るのか、どうやったらお金が手に入るのか、どうやったらこの寂しさから逃れるのか、それを一生懸命幼稚園から工夫して自分の食いぶち自分で稼ぐわけですね。小学校の低学年の時からもう個人事業主ですよ。そんな中から一生懸命這い上がって、今去ること何十年か前のね、世の中がバブルにバーッと前立ってる時の世の中がね、ディスコブームって広がるんですね。彼はその時に大阪のナンバーをはじめいろんな各地でやる、なんとディスコの仕掛けの側に実は彼回っていくんですね。ディスコを一生懸命立ち上げながら、いろんな世の中の表裏、お金の動き、人間関係、どうやれば敵を作らないかを彼は学んでいきます。さあ、この逆転の発想のその4番の一番のポイントが敵を作らないなんですね。彼はこの後いろんなことがあって貯めたお金をベースに世界を旅に出ます。その時にたどり着いたのがバリ島。その時にバリ島で何かしようかなと思って頑張ってる時にいろんなことあるわけですよ。何もないとこから這い上がってきた彼は自分が困ってる時に人に助けられたことで這い上がってきてることが記憶があるから、困ってる人がいてたら助けたろうと思ったわけですね。だから困ってる人にどんどん金を貸してるうちに金なくなったんです。もうどん底じゃない状態。ね、その時になんとバリ島の道端で輪投げやったんですね。日本のお店にもある輪投げ、そこから貯めたお金で何かしようかなと思ってる頑張ってる時にちょっと困ってる人がいててお金を貸してあげた。その人がお金返せないからもう何もない、こんなどうしようもないところの土地やけどって言って権利書を持ってきてくれたんですね。これが今でいうとこのバリの繁華街のど真ん中のクタの土地です。その初め買った土地、なんとその両脇全部を含めた土地を買収に入っている世界的に有名なホテル会社がありました。ここ売ってくれって丸尾さんの土地買いに来たんですね。それがいきなり何十倍、80倍やったかな。なんじゃこれはどういうことやっていうことで彼は調べるんですね。これからバリ島の土地上がるんちゃうんかっていう流れですね。ということで彼は家主業になっていきます。彼は時は金なり、そして情けはやがて砦となり自分を守ってくれるっていうのをとても知ってるんですね。だから困ってる人がいてたら根こそぎ救いに行きます。同時に時は金なり、つまりこれから価値を持ってくるもの、社会的たくさんの人が必要としてくれる価値を生み出すものは何か、それにとにかくどんどんお金を入れていく。それが彼の場合は土地やったわけですね。その土地がふと気づくと、たかだか一坪100円で買った土地が一坪10万円。これを彼は見据えてたおかげで資産今何もなきゃあんのか。僕が聞いてる範囲では数百ヘクタール彼は土地を持ってるそうです。なので今はバリ島の大富豪と呼ばれるようになってるわけですね。さて、ぜひですね、今日僕が言った実際に大逆転、ね、もうどん底から大逆転したこの4人、
この人たちの書いてる書物、あるいは映画、ぜひ見てですね、最短最速で幸せな小金持ちの方に来ていただけたらなと思います。それでは今日は以上。皆さん、それではまた、さようなら。